視聴者の皆さん、おはようございます。エリックです。いつもご視聴ありがとうございます。前回の動画では川湯温泉にキャンプに行く前の準備から初日の途中までの様子をお届けしました。今回の動画ではいよいよ千人風呂に入りに行ってキャンプ場のレポートもしたいと思っています。お時間のある時にでもごゆっくり最後までご覧いただけたら幸いです。それでは前回の続きでスーパーにコロッケを買いに行くところからスタートします。熊野本宮大社前の通りの南の端の方に小さなスーパー八屋さんがあります。おそらくもともとはお肉屋さんだったのが取り扱い商品を増やした感じのお店になってます。お肉の種類は本当にたくさん選べるのでバーベキューで買い出しするときも重宝しそうですよね。熊野牛コロッケを買ってきました。肉屋さんのコロッケマジでうまいっすよね。なんかもう外があったかすぎてロンティーでいけますって感じですよ。いただきます。ちなみに私はコロッケには何もつけません。まあまあめっちゃうまい。120km しか走っていないんですが、一応ガソリンを満タンにしておくことにしました。本宮町にはガソリンスタンドが2カ所あって、私はもっぱら一番南にあるセルフのエネオスに入ります。コロッケ食べ始めたばっかやのに。山の中はガソリンを入れ損ねることもあるので、なるべく安全策を取っておきたいですよね。無事ガソリン補給完了したのでキャンプ場に向けて出発します。地元から120キロ走ってきて熊野大社まで到着したんですけど、ガソリンが 7.3 リッター入ったんですけど、リッター15超えてるんですよね。リッター16、そんな走らんやろさすがにと思ってるんですけど、どうなんやろ。信号はなかったっすよね。ないんですけど、ほぼほぼ戸塚のとこにあるぐらいで、にしても良すぎる。そんな燃費良くなる？いや、わかんないけど戸惑っております。とりあえず今からキャンプ場行ってチェックインしちゃってのんびりしようと思います。で、一息ついてから川湯温泉の千人風呂に会いに行こうかなと思います。とりあえず千人風呂空いてるかどうかを通りすがりで確認しようかなって感じですね。今は本当はキャンプ場はもうちょっと先の交差点を右に入っていくんですけど、ここで曲がって千人風呂の前を通ってから行こうと思います。よし、行きます。ここら辺はね、本当に温泉が多くて、この道路沿いの、右側に渡良瀬温泉っていうのがあって、またそのもうちょい山の上に割と有名な坪湯っていう温泉があるんですよね。気温14度っすよ。どうしたんバイクで全然来れますやん、2月やのに。いや、かといって今日はなんかツーリングキャンプの気分ではなかったんですよね。甘みがすごい。油の甘みだこれ。コロッケ食べてるんですけど、油の甘みがすごい。なんかね、甘いなと思ったんですけど、最初玉ねぎの甘みかと思ったけど、これ油だ。肉の塊入ってるわ。うまいっすよ。熊野牛コロッケ、ちなみにお値段320いくらするんですけど、321円だったかな。いや、これは食べる価値はと思います。あると思います。熊野牛のサイコロステーキまではいかんけど、ちゃんとした塊が入ってる公衆浴場ですね。これが千人風呂ですね。なんか入ってるっぽい人いるんで入れるっぽい。
温度42度らしいです。1000人風呂入ったらもうあと寝たいよねからさっきチェックインしちゃってやっぱ自転車で来るのが一番いいかな。ちょっとキャンプ場も偵察します。でも車中泊したいんで河原のサイトを使うことになるんですが、一針あるぐらいか。どうしようかな。でも奥全然空いてるから。今回お世話になる川湯温泉の東の端にある田辺川湯キャンプ場です。早速チェックインを済ませまして薪を一束購入させていただきました。前回宿泊したのがキャンプ始めてしばらく経ったぐらいでしたのでほぼ記憶がありません。こんな感じなんや。こっちが芝生サイト。今回は車中泊なので乗り入れできる河原サイトの上段に入ろうと思います。上段は比較的整備されていて下段は変わらずのままといった感じです。一番奥まで行こう自転車あるしね。一番奥まで行けばもはやキャンプ場感はあまりないです。一人きりになりたい人にはたまらないロケーションだと思います。というわけで今回は河原サイトの上段の最奥に陣取ることにしました。キャンプの準備といっても自転車を下ろして荷物を助手席に移動させるぐらいです。軽キャンパーはテント張ったりの設営がないので本当に楽ですね。でもたまには幕も張らないとキャンプのやり方を忘れそうですよね。あっという間に今日の寝床が完成しました。仕事が忙しくて買っておいた漫画も読めてなかったのでのんびり読みながら過ごそうと思います。ちょうど良い気温でその割に虫もいなくてとても快適です。本物の自然音を聞きながらのんびり昼寝、めちゃくちゃ贅沢だなと思いますよね。 A few moments later. この間買ってきたアウトランク自転車ですね。前後14インチでトランクにもめちゃくちゃ簡単に乗ると。よいしょ。こことね、ここ、よいしょ。で、あと、このハンドルバーも外せるし、ここも折りたためる風になってますね。折りたたむとね、こんな感じになります。で、取っ手があるんで、めちゃくちゃ持ちやすい。アルミが対応されてて、めっちゃ軽いですね。日常使いには少し物足りないかもしれませんが、車に乗せて出先で使う分には最適かと思います。展開するとこんな感じ。ギアはないですね。ブレーキもそれなりにいいものがついてます。乗り心地はね、やっぱ14インチなりにちょっと不安定だなって思うとこあるんですけど、この小ささでこの傾向性だったら十分かな。今からこれでアウトランクでね1000人風呂まで行きたいと思います。レッツゴー1000人風呂。やっぱちょっと凸凹道は苦手かもしれない。水地島ですね。河原の石が大きいところはタイヤが小さすぎて走りにくいです。パンクしたら大変なので降りて歩いていくことにしました。降りて歩くときも車体が軽量なので苦にならないですね。少しキャンプ場の中を散策してみようと思います。かわいい。そういう野営場だったんだ。こちらが芝生サイトで、ここもフリーサイトになっています。もちろん直火は禁止で、車、バイクの乗り入れもできません。やっぱめちゃくちゃ綺麗。さすがに顔が冷たいだろうな。こ
こは乗り入れ禁止で、その横の駐車場に止めてっていう感じみたいですね。でも軽くてハンドルついてるからヒュイヒュイって持ってける。楽。手洗いが2つもあるね。手洗いこんな感じですね。川遊びのシーズンはかなり混み合いそうですよね。私も川湯にとても小さい頃に連れてきてもらって川遊びしたのをうっすら覚えています。数字は乾燥機と温泉に入る前に水分を確保したいんですけどね。なんだ川湯温泉の源泉は70度近く、千人風呂も場所によってはかなり高温になります。私は割と熱いお湯が沸いているところで1時間ほどのんびりするので飲み物がないと困るんですよね。全然入ってなくない？ホームページには自販機があると書いてたんですけどね。自販機あるかな？そうですね。仕方ないので使う途中に自販機を探すことにしようと思います。でも今思うと管理棟で普通に売ってたような気がしますね。管理棟の入り口にはコーンが立っているので、車の場合は毎回自分で動かして入らないといけません。多分川遊びをするのに勝手に入ってくる人が多いんだろうなと思います。こんな感じ。周りには山と川しかない本当に自然がいっぱいのキャンプ場です。それでは千人風呂に入るためにのんびり自転車を越えていこうと思います。アスファルトの上ならアウトランクの14インチタイヤでもスムーズに走ってくれますよね。全然問題ないですね。ちょっと水分どっかでゲットしたいな。キャンプ場から今千人風呂に向かっているとこです。入れてすぐなんですけどね、魚はあんまり見かけないんですよ。ちっちゃいのはいるけど、ましてホイスがねあるので借ります。川湯温泉の公衆トイレに更衣室が併設されていますので、ここで水着に着替えます。広さ的には 3,4 人が同時に着替えれるかなぐらいですね。とても便利になりました。水着に着替えましたので、また自転車で少し移動します。建屋の外に売場もあるので、これも助かりますよね。ひとまず水分を求めてもう少し先まで行ってみようと思います。残ってきました。他にも温泉街って感じがしますよね。遠くに青い自販機が見えたので、一旦千人風呂を通り過ぎて水分を買います。近年はお湯の温度調節に水門が使われるようになったので適温であることが多いんですけど、それでも場所によっては温度が高いので、長風呂の方は水分を買っていくことをお勧めします。よいしょ。ここが公衆浴場だね。私は千人風呂から上がった後に毎回この公衆浴場に入って体を洗ってから着替えます。すごいよね。めちゃくちゃ綺麗。千人風呂から公衆浴場の間もちょっと歩くので、自転車があるだけでかなり楽になりますね。このまま河原まで下ろして千人風呂の前に止めておこうと思います。フレームについているハンドルが思った以上にいい仕事をしてくれますね。めちゃくちゃ便利です。車、バイクで来るときは先ほどの更衣室からここまでちょっと歩かないといけません。傾向性がいいイコール盗難されやすいということなので、バイク用のアラーム付きの鍵をかけておきます。千人風呂は無料ですが、入り口に管理協力費の募金箱がありますので、できれば募金をしてから入りましょう。
渡るときに毎回魚がいないかなと見てますけど、見つけられたことはありません。いるにはいるらしいんですけどね。とても綺麗な大東川の川も区切って千人風呂は造成されています。水着を着用しているとはいえ、他の方が映り込んでしまうので、入浴中の様子は写真でご覧ください。この看板の写真がよく SNS にアップされますが、この前が一番熱くなります。多分コンクリートの壁にぶつかって川床から伏流の熱湯が上ってきているんだと思います。川沿いからは気泡とともに熱湯の温泉が湧き出ています。触ると普通にやけどします。ここに入るときは映っている白い石みたいに座りやすい石を沈めてそこの上に座りましょう。でも高温注意のところが一番見晴らしがいいし、温泉と外気浴と交互に楽しむのが最高です。日程終了ギリギリでしたが、今年も入りに来ることができて本当に良かったです。千人風呂で濡れた服をある程度乾かしてから公衆浴場までやってきました。こちらには猫がたくさんいるので、猫好きな人にもおすすめです。入り口には看板猫さんがいましたね。受付のおばあちゃんの横にも数匹いたり、あちこちで猫がのんびりしてます。この子は撫でさせてもらえる子だったので、お風呂入る前に潜っときました。近づいた時の反応で撫でられる子なのかが分かりますよね。尻尾が立っていたら OK な場合が多いです。この子は仲良くなるには少し時間がかかりそうかなって感じですね。でも実は私は猫アレルギーなので、あまり長く触ってると症状が出ちゃうんですよね。残念です。かなり汗をかいたので、また自分で水分をかけたら戻ろうと思います。伊右衛門の京都レモネード好きなんですよね。飲み物を買うときはとりあえず選んでしまいます。ここで5時のチャイムになりました。そろそろ暗くなるのでキャンプ場に戻りましょう。5時か。天気が良ければからの夕焼けの景色がとても綺麗なんですけどね。ここからちょっと曇り予報で天気が下り坂なので、雨が降ってないだけ走ってみましょう。暗くなり始める前にキャンプ場に戻って晩ご飯前に少し仮眠を取りたいと思います。公衆浴場の入浴料が300円なんですけど、安すぎるので風呂上がりにチョコモナカを買いました。連休とかだと温泉卵を作ってくれてるので毎回2つは食べるんですけどね。やっぱり残っていてほしいところではお金を使わないとどんどんなくなっちゃいますからね。片手運転は良くないんですけど、風呂上がりにアイス片手に自転車こいでると子供に戻った気分になりますね。歩くと結構な距離なんですが、自転車でのんびり走ってたら割とすぐ着きました。これからキャンプに行くときはアウトランクはとりあえず積んでいくことになりそうです。温泉でほてった体に少し冷たい風がとても気持ちいいです。到着足の駅。よし。さすがに午前5時前から動いているので、温泉に入って脱力感と眠りが一気にきました。ちょっとこのまま晩ご飯をすると途中で寝そうなので、一旦仮眠を取りたいと思います。千人風呂に入ってで公衆浴場に入って体洗って帰ってきました。めっちゃくちゃ眠い。ご飯前にちょっとだけ仮眠します。いやもう静かすぎて最高っすよ。今回の動画の本編は以上で区切りとして、ここからはキャンプ場の紹介パートになります。キャンプ場の出入りは橋からのルートのみになります。大きい車はすれ違いが難しいので気をつけて。白いテント屋根のところが管理棟で、その横の駐車場に一旦止めてから受付をしてください。
待っている車がいる場合は1番の駐車枠から番号順に駐車枠に停めてください。受付が終わったら受付表を車の前に掲示して場内に入ります。芝生サイトを利用する場合はサイトの右に見えている駐車場に停めてから荷物を運びます。車道への停車はバイクも含めて禁止とされてますので止めないようにご注意ください。車を横付けしたい場合は必然的に河原サイトを利用することになります。上段は比較的整地されていますが、それなりの大きさの石が転がっているところもあります。河原サイトの上段の中ほどにトイレと水場があります。河原サイト下段については基本的に河川敷そのままですので4駆の車であれば問題ないと思います。基本的には典型的な河川敷キャンプ場かと思います。谷間なので強風が吹くこともなく自然に囲まれて穏やかに過ごせると思います。熊野三山へ前にもできますし、近所に温泉もたくさんあるとてもいいロケーションのキャンプ場でした。チェックインは8時から17時までで予約はできません。逆に言うと当日思いつきで来ることもできますね。もしこちらに入れなかった場合は近くにお船バインキャンプ場もありますのでそちらに行ってみてもいいかもしれません。テントの設営は夜8時までですがなるべく早めに立てた方がいいと思います。夜9時以降の車の出入りはできません。チェックアウトは正午まででそれを過ぎると延長料金がかかります。利用料金は大人が1人1200円、子供が1人700円、車が700円でバイクが200円になります。ゴミは基本持ち帰りで分別すれば捨てることもできます。夜10時以降はサイレントタイムになっています。静かに落ち着いて過ごしたい人は左翼まで入ってしまうと静かに過ごせると思います。芝生サイトは車バイク乗り入れ禁止です。駐車場を利用してください。河原サイト上段は直火が禁止になってますので焚き火台をご利用ください。河原サイトの一番下は四輪駆動車のみ進入可能になってます。こちらは直火 OK になってます。河原サイトは川側が通路になってます。山側に設営をしてください。管理棟内売店にて薪、軽食、飲料などが販売されてます。夏季は川遊び利用客でかなり賑やかになるそうです。逆に冬季の平日はかなり空いてるのでおすすめです。千人風呂は時期は12月から翌年の2月末頃までになります。40×15 メートルほどの巨大な露天風呂が造成されます。駐車場も無料で公衆トイレの横と河原にも止めることができます。更衣室は少し離れた公衆トイレに併設されています。料金は無料ですが整備協力金の募金箱があります。千人風呂に入る際は水着の着用が必須になっています。シャンプーや石鹸などは使用禁止になっています。上流側から下流の山側に向かって温度が上がっていきます。コンクリートの壁沿いが一番熱くなっています。千人風呂の看板前は高温注意です。できている水たまりがかなり熱いことがありますので注意してください。平たい石を探してその上に座るとやけどしにくいです。泡が立ち上っているところは高温のお湯が湧き出ています。長風呂の人は水分を用意してから入りましょう。川の中なので少し物匂いがすることがあります。水着を包んで持って帰るためのビニール袋なども持ってくることをお勧めします。川湯温泉公衆浴場へのはしごをお勧めしています。千人風呂には洗い場がありませんので、汚れや匂いなどを落としたいときは別の温泉に立ち寄るしかありません。もし公衆浴場に行くときは上がる前に足だけつけて体温を保ちながら服を少し乾かして移動してください。公衆浴場はびしょびしょに濡れた状態では行かないようにしてください。また温泉内では水着を洗う場所などはありません。今回の動画はここまでとなります。長々とご視聴いただきましてありがとうございました。次の動画では晩ご飯と翌朝ご飯と帰路の様子をお届けしようと思います。
この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントをお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn